はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術&数秘術フェスに参加させていただきます。今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解を皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。オンラインでもまた会場でもお待ちしております。早速行きますね。行きましょう。魚座の皆さん。はいはい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドキング、ペンタクルスページ、ソード4、ソード6の逆、ワンドページ、そしてカップ5、そしてワンド9ですね。気をつけることや対策はスタート、ムーンの逆とオラクルは、はい、ペンタクルスキングの逆ですね。そうですか。ちょっと今回はあと全体の流れを見た後に後でお仕事のことや人間関係というのをまた別途見てみようと思うんですが、まず全体そうですね、星の話ちょっと先にさせていただくと、やはりこの5月の26日以降ですね、やっと木星がね双子座に入ったよということで、全体的にこう動きが速くなったり軽快になったり、人とのコミュニケーションが増えるよっていう時なんですね。で、魚座の皆さんにとってはこのエネルギーっていうのはもう今年の前半も実は来ていて、いろんな関わりがあったり、いろんな学びを好奇心が湧いてきたりっていうのはあるんですが、それを少しねこの6月から自分なりに落とし込んでいくみたいな、自分なりに深いところにそれを感じていくっていうような流れになります。物質的な社会でいうと家の中を整えたりとか、整理したりとか環境をね整えますよっていうのはあるんですけれども、どっちかというとこれはおそらく精神的なものに出るだろうなっていう感じがしています。まだこの6月は。っていうのは6月6日が新月なんですけれども、この新月っていうのは一般的にはね、この全体の共通のエネルギーとして言うと、自分自身にどんな許可を出しますかっていうようなエネルギーが強いんですね。この金星という華やかな社交性とか愛情とかお金とかっていう価値あるものと新月がぴったり重なって起こっているので、どんな喜びを自分の人生の中に入れていきますかっていう、でそれには何を手放しますかっていうか、自分で固く閉じていたものやこうでなければならないと思っていたものを開いて、それを許可していきましょうみたいな優しいエネルギーが6日にあるんですね。でそれが魚座の皆さんにはやはり心の中に入ってくるっていうのがあるので、今までちょっと例えばです、孤独を感じるとか、何かがちょっと寒い感じがするっていうところに何とも言えない優しい思いが湧いてくるとか、それは誰かから与えられるものではなくて自分の中から湧いてくる誰かへの思いだったり、自分への思いやりだったりとか、こうやって具体的に誰かに何かをするとかじゃなくても、こうやって誰かを思うっていいことだなとかっていうふうに自分から何か湧いてくる感覚っていうのがあって、それが自分を満たしていく、自分の体、細胞、精神、マインド全てを満たしていって、優しいエネルギーで包まれるんだなって感じがしたんです。それはもう星のエネルギーなんですけども、でそれを踏まえた上でのカードで見た時に、やはりすごくお仕事とか自分が今与えられてる役割っていうものをしっかりこなそうっていう、意気込みがあって、それはとても素晴らしいです。うまくいってると思います。でちゃんとそれによって自分自身の価値も構築していってるし、やることやってるしっていうか、お金もちゃんと稼げてるしみたいな安心材料を一生懸命作ってるし、作れているなっていう感じがあるんです。ただなんでしょうね、体的なのか感情的なのか、何かちょっと止まっているというか、穴が開いているというか、休みたいんだなみたいな感じもあるんですね。現実はすごくしっかりと働いてらっしゃるし、やることやってるし、何の問題もないんだけど、何かがちょっと止まって、心の何かがちょっと止まっているっていう感じがあり、それが現実的にはちょっと体調不良になって、ちょっと何とも言えない体調不良でおかしいなみたいな感じに思う方もいらっしゃったかもしれないし、または現実を生きていくっていうそのバイタリティがいまいち湧いてこないなみたいに思っていらっしゃった方もいらっしゃるかもしれない。だけど
本当はね、それはご自身がそう感じていたとしても、宇宙はいつでもめちゃくちゃ応援してるんですよね。もう本当にもうこの空気があるとかこのお水があるだけでも私たちは生かされているっていうところで本当は応援されてるんだけど、それを感じる余裕がなかったっていう感じですね。だけどようやくね、この6月の前半の流れ、特にですけど6月6日以降っていうのは優しさとか思いやりとか自分への慈愛がまたこう復活してくるわけですよね。だからそれによって一つずつこなしていこうみたいな、そういう感じがあります。そのすごい高い目標に向かってすごい走っていくよというわけではなく、一つずつこなしていくんだと、ちゃんと確かめながら進んでいくんだっていう感じがありますね。そして感情的には自分がもし100期待してるとしたら、その100満たされるわけではないっていう形なんですけど、でも6割ぐらいは満たされるっていう感じなので、半分以上はいいじゃないかっていう感じがあるので、そこは期待過剰になってがっくりするというよりは、現実をしっかり抑えて、受け取っていきましょうっていう感じがします。今目の前に提示されている喜びを受け取っていきましょうっていう感じがあります。そしてやはりね、そうね、ちょっとなんか体となんて言ったらごめんなさいね、なんかね、車に例えるとガソリンが足りてないみたいな感じなんですよ。そしてさらにいろんなところのメンテナンス必要ですよねみたいな感じがあるんですね。だから一応もちろん走れてるし機能はしてるんだけれども、ちょっといろいろバッテリー切れてないかなみたいなとか何かがちょっと、ちゃんと整えたいなみたいな感じがあるんですね。なのでそれがある人にとっては本当に体が痛いんだっていうこともあるかもしれないし、ある人にとっては精神的ななんとなく苦しいっていう感覚が自分のガス欠みたいな状態になっているのかもしれないんですけれども、その状態であるっていうこともすごく大事なことなんですよね。でも本当になんか占いじゃないかと思うかもしれないですけど、やっぱり日々ね、健康を害さないと健康の価値ってわからないのと同じで、やはり孤独っていうものを感じないと愛情もわからないし、何か今自分が満たされていないとか何かが足りないっていう感覚がないと、それがあるっていう喜びも感じられないので、それを感じるための今なんだなって感じがします。そしてそれが結局ね、このカップの10につながってくるっていう感じなのでね。はい。で言われてるのは、オラクルがね、このペンタクスのキングというカードなんですけども、なんだかんだ言いながらも、でもしっかりと自分の価値っていうものはなくさずにちゃんと保ててるなっていうふうに思ったので、それはそれで良かったなと思ったんです。何が自分にとっての強みなのかっていうものをもう一度ね、もし自分が気が落ちてるとか何かそういうのがあったら、何が自分の強みなのかっていうのをもう一度それを思い出してほしいなって感じがしました。そして気をつけることは対策として言われているのは、今考えているような不安な材料っていうのは、それは今感じてるだけで、それが現実になるわけじゃないんですよって感じがしたんです。人の思いっていうのは自由で、どう思うかは自由じゃないですか。だけどぜひこの期間はせっかく優しさとか愛情とか自分に向かって入ってくる、そして自分からまた湧いてくるっていう時期だから、自分にとっての嬉しいことや楽しいこと、自分の士気を上げるようなことを自分でちゃんと選んで保っていてほしいなって思いました。それはありませんか？音楽でもそうだし、音楽一つでもちょっと楽しい音楽聴いてちょっと気分上がってきたなっていうのもあるかもしれないし、嬉しい映画だったり本だったり自分の好きなジャンルのものをとにかく見て気分を整えるっていうのもすごく大事だと思います。何かが自分を変えてくれるっていうよりも、自分で自分の気を整えるようにすると、なおさら宇宙のこの流れと一致してうまくいくなっていう感じ。そして体は 100% 万全っていう状態じゃなくても十分生かされてるし、十分その幸せを感じられるんですよっていうふうに出ているので、ちょっと調子悪いなと思ったとしてもやっていけるよっていうメッセージだと思いました。そしてね、ちょっとこの状態、これ今全体像なんですけれども、ちょっと仕事のことを特化してみさせてください。お仕事ね。ソードの4とワンダの2とソードのページですね。お仕事って言った時にやっぱ本
根の本音で言うとそんなに仕事をバリバリやっていきたいっていうわけじゃないのかなっていう感じがしました。それが自分の使命っていうものであればもちろん多少の波はあったとしてもそれは自分の使命だし好きなことだしやっていくっていうことなんですけど、今この瞬間はその仕事に対してもちろんやってますよ。だけどその体の奥から湧いてくる情熱っていうよりも本当は今ちょっと仕事から離れてゆっくりしたいなとか、何か違う自分の人生の道っていうものも違う可能性っていうのかな、そういうのも見ていきたいんだなって感じがします。そして対策としてそういう今普通に現実は生きているけれども、でもそういう違う可能性を見たっていいじゃないですか。違うこと考えたっていいじゃないですか。なのでそういう時なんだなって思うんですけど、一つお仕事で言うと他者との関わり、ここまでの流れで結構他者との関わり強かったと思うんですけれども、その中で他者に対しての信頼とかっていうものがどれぐらいあるかなって感じがしました。なんとなく本当に100で例えばね仕事をしている相手も100自分も100で信頼し合って仕事をしているっていうわけではなく、なんとなく自分は50しか受け取れないみたいな形で、仕事をしているみたいな感じがあるんです。そして相手に対して仕事に対しても疑っている感じがするので、おそらくこれはもしかしたら他者に対してっていうこともあるかもしれないし、または自分が今やってる仕事に対してもなんかエネルギー的には 50% ぐらいしか出せないみたいな、そういう感覚なのかもしれないですね。だからこそいいんだろうかこのままでとか、なんか違う可能性があるんだろうかみたいなことを感じるのかなとは思います。でもメッセージとして言われているのは、いつでもその可能性っていうのは自分の力次第で波動次第で思考次第で変えていけるよっていうふうに言われてる気がするので、あんまり考えすぎないでくださいね。今はちょっとどっちかっていうとこの6月の前半っていうのはとにかく自分の心をあったかくしておいてほしいんです。やっとなんかこの感覚そうそうみたいなあったかい感じっていうものを思い出してほしいなっていう感じなんです。ですからお仕事でもあれをこうしてこうして対策してみたいなことを考えるっていうのももちろん考えられる人は考えて楽しいってやってもらったらいいんですけれども、なんとなく気持ちがそこにエネルギーが入っていかないみたいな感じがあって調整したいんだろうなって感じがあるので、それはなぜかっていうとやはり外の世界で何かを作るっていうよりも今自分を満たす時だなって感じがしたので、そっち優先でいいのかなと思いました。ただいつでもそれはねできる、仕事もそうだし自分の力っていうのはいつでも発揮できるっていうことですね。それとちょっと人間関係やちょっと恋愛でも見させてください。ペンタクルスの2とペンタクルスの3と太陽ということで、人間関係悪くないですねやっぱりね。うまくやってるって感じかな。ただそんなにねなんか申し訳ないんですけど、そんなにね魚座の皆さんがめちゃくちゃハートオープンで今人に向き合ってるかって言われたらそうでもないなみたいな感じがちょっとしてたんですよね。なんか自分は自分のことをとにかくやろうみたいな、それ大事な時なのでいいんですけど、すごい手を差し伸べてるかっていうとそういう感じじゃないなと思ったんです。ただうまく回してるなっていう感じがあるので、関わる時は関わってうまく楽しんで、距離が置く時はうまく距離を置いてみたいな感じ。そして人間関係っていうのはハートでつながるというよりも役割でつながるみたいな感じもちょっとありますね。それぞれが持ってる役割や技術でつながっていくみたいな。なのでハートのシェアっていう感覚がちょっと今薄いんでしょうね。でも本当はね魚座の皆さんハートでつながりたいじゃないですか。そこがちょっと薄いからこそなんとなく一人って感じがするんだなと思いました。でもそういう技術面とかお仕事面とか役割でつながっていくっていう分に関しては何ら問題なく、むしろ逆にそういうふうに割り切ってこういう役割だからこういう関わりをしますみたいな感じで割り切ってやっていくと、いいものを作れるなっていう感じがしますね。ということは人間関係においても友達でも恋愛でも相手の感情を確認したいとかっていうよりも今は自分の心を満たすっていうことを意識するのと、なおかつ一緒に何かを作っていくっていうのがいいみたいですね。お仕事でもプライベートでも、それをすることによってなんかね
ちょっとこうなんていうかな、感情って見えないものじゃないですか。なので感情を確認しようっていうとすごく難しいんですけど、もうその感情を確認しようっていう感覚を手放して、やることやっときましょうっていう形でしてると、なんか満たされてるなってふって湧くみたいな、そんな感じです、人間関係はね。はい、ちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、ちょっと今回はもう一枚ね、エンジェルカードも引かせてください。でも一番はやっぱりもう心をね、温かくしてほしいっていうのがもう思いです。私の思いです。魚座の皆さん、はいはい、スリープというカードが出ています。このカードを見てね、もし何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感で受け取ってみてください。でもやっぱりゆっくり休んでねって感じもしますね、このカードを見ると。また寝てる時にね、啓示を受けたりとかっていうこともあります。すごく今心が繊細になっていて、なおかつ受け取りやすい、いろんな直感も受け取りやすいし、自分に湧いてきてるその温かさっていうものも感じ取れる時なので、現実世界をどうっていうよりも自分のハートをゆっくりさせてあげるっていう風に意識してみてください。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。次回また6月の中旬ぐらいにアップしたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。失礼します。